皆さんおはようございます。今日は芝出しました。加速チェック。いつもね来る前にいるともう加速チェックはできません。今日はですねちょっとお話したいことがいつもとちょっと別のちょっと真面目な感じなのかな。真面目スティーブは真面目になることもたまにあるんだけど、今日の話はあれですね、架け橋、日米架け橋的な話でございますね。スティーブはもうアメリカ人ですね。日本人じゃないですよ。日本人じゃないよ。アメリカ人です。アメリカ人として日本に日本語喋れるアメリカ人としてまたこのピン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 あら外してないな、うるさいな。私はこのブランド、このサムズアップ見れます？シートベルトにちょっと隠れてるんだけど、サムズアップのブランドを作った、きっかけっていうのは子供の頃からずっと若い時から自分のお父さん、弟、自分の周りの人たちが何かはね気に入ったもの、かっこいい車何かがあるとやっぱり親指を上げてかっこいい、いいなという意味ですよね。ほとんどどこの国にしてもその国の言葉が喋れなくても親指と笑顔で、人にそれを見せればやっぱり今サムズアップもらいましたね。アメリカもそうなんだけど、でも日本は最もこういうことがあるんじゃないのかなといつも感じるんだけど、例えば大黒とかに行ったり車のイベントに行ったり自分のグループ、自分の仲間、自分のカークラブの人たちと時間過ごすのが多いんだけど、例えば知らない人の車に対してかっこいいないい車乗ってるな、親指上げておめえの車かっこいいよ、はじめましてなんとかと言います、あなたの車かっこいいですねというのはあんまりないな。それは日本人の国民性というのもあるかわかんないんだけど、人見知りという日本人だけじゃないよ、アメリカ人の中でもそういう人もいる。やっぱり、でもスティーブは日本語喋れるアメリカ人として日本でやっぱりね、どの車でもちょっとでもボロい車、めちゃくちゃかっこいい車、ランボルギーニ、フェラーリ、もうこういう島、ビップカー、旧車、何でもやっぱりね、自分を見る目から車の綺麗さとか車の良さとか車のレベルとか金額的なことじゃなくて、その乗ってる人の動力と改造した人の動力、かけたお金、時間などをやっぱり親指を上げることによって、上げて見せることによってその人のね、すごい喜ぶ、笑顔になる、こういう感じでね、友達作れる。やっぱり無視して俺らはランボルギーニ派だからフェラーリ認めない、フェラーリ乗ってるから派手なランボルギーニの野郎たちのことを認めない、それねやめようよね。みんな車仲間、最低でもね車のジャンル、車のねタイプが違うかもしれない。それはそれで仕方ないんだよね。いつもね話するラーメン、カレー、女、男、そういう趣味だったらね、みんな同じタイプばっかりだったらつまんないんだろうね。タイプがいろいろ、車もそうね、旧車好きな人もいる、現行車じゃないと乗らない人もいる、その中でもフェラーリしか乗らない人もいる、ランボルギーニしか乗らない人も分かってる、それは。でも同じ仲間、車仲間としてお互い認めましょうね。ちょっとでも笑顔とサムズアップ認めてあげることによって楽しいんだよね。自分も気持ちよくなるよ。自分だけじゃないからな。やっぱりこの車業界、車好きな人がどんどん減っているということがよく言われてるんだけど、私はそれ信じたくない。その事実を認めたくない。違うと思う。車
好きな人はこれからもっと増やすためにみんな力を合わせて仲良くしていきましょう。やっぱり一人一人はみんなは違う。みんな考え方、改造の仕方、ね、持ってる財布、お金とかもみんなそれぞれは違う。お互い認めましょうね。仲良くしていきましょう。それは今日のワンポイントかな。スティーブは日本とアメリカの間の架け橋的な存在しているからこそやりやすい部分はあると思う。日本人同士、アメリカ人同士もっと難しいところあるかもしれない。それを置いておいて、捨ててね、お互いの違いを、お互いの趣味を認めましょうね。ほらほら、見て。こういうのも走ってるよ。かっこいいね。やってみよう。アメリカ的にね。やってみよう。まあ見てなかったので、おじいちゃんが。でもかっこいいんじゃない？サムズアップね。サムズアップ。